はい、皆さんこんにちは。デッドバイデイライトプレイグの練習をね、やっていきたいと思います。とてもアクションゲーム苦手なんですけど、プレイグのゲロを吐くと日頃の仕事のストレスも発散できるという風な、感覚にありますので、プレイグ上手くなっていきたいと思います。こうしたらいいよっていう風なところありましたら、ぜひぜひ、コメントの方でね、お知らせいただければ勉強になりますので、よろしくお願いいたします。現在、ブラッドポイント4倍中でございますので、皆さん、ポイントが上がるオファリングをね、焚いております。ファーザー・キャンベル・チャペルでしたかね。ここね、やっていきます。で、どうしてもプレイクって査定がね、点数取りにくいので、なんか知らんけど、小銭稼ぎ的な感じで、いろいろ感染かけてるんですけど、よっぽど貧乏症な私をロッカーに感染かけたりするんですけどね、ロッカーに緑ゲロかけたりするんですけれども、で、サバイバー死認できるかなと思ってロッカー開けたんですけど、オーラ全然映りませんでした。ここのステージちょっとロッカーから発電機の距離が遠いので映らなかったのかなっていうところでしたね。ちょっとこの辺りから発電機がもう回りそうな音が聞こえてきたので、遠方から緑ゲロかけて、で、感染したモーションで発電機から手が離れますので、ちょっと発電防いだという感じですね。発電完了をね。でも心音が聞こえなかったので、ちょっと反応が少し遅くてアタック決まってしまったっていうような内容でした。で、お二人逃げてるんですけど、多分心音聞こえなかったので、ゆっくり出られたんでしょうね。うまくキャッチすることが、これはラッキーだったかなという思います。で、エディ・ラコトが感染したんで、二重で心音消すパークが二重でね、重複してしまってたんですけど、ここも運よく、左からちょっと出てきた、わからんかったんですけど、ちょっと運よく出てきてくれたので。で、普通この状態でね、初回で3釣りだったら普通は全滅狙いしないといけないんですけど、もう私の技量不足でちょっとグダグダになって、エディ・ラコトが捕まえられなかったので、無理でしたね。で、多分ここと、これは感染かけてなかったので、感染状態になってなかったので、メイソンさんが感染状態にさせたというところですね。で、なんかもうちょっととりあえず1台回そうかなっていうところで、今ね、ジル・バレンティンが直そうとしてたんだと思うんですけど、多分つけるかなと思って、今さっきここの発電機帰ってきたところでした。で、もう本当ちょっと向こうには逃げてるの見えたんですけど、私の確認不足で、多分エディ・ラコトだったと思うんですけど、捕まえることができなかったんですよね。そこは反省ですね。なんで向こう救助されてしまったっていうところです。で、ここ映るんですけど、こういう向きで覆っちゃうとサバイバーからこちら視認されるんで、中通らないといけなかったんかなと思うんです。で、救助来るかなと思ったんで、ちょっと救助狩り狙いで、シェリル・メイソンさんのところに行こうとしてたんだけど、ここでもまた回してるかなと思ったんで、ちょっとこっち来ましたね。ここ2回目の赤ゲロが当たり判定になってなかったのはちょっと痛かったですね。赤ゲロなんかうまく
かからないんで、飛沫ぐらい当たっただけじゃダウン取れないんですよね。だから赤ゲラの芯をしっかりかけるように意識しないといけないのと、逃げる方向に先に赤ゲラをかけて、進路を逆戻しに引き返すような形でね、赤ゲラを使った方がいいのかなっていう感じがします。で、ちょっと向こうに1台1人回してるっていうのが分かったので行くんですけど、たまたまここミカエラが見えたんですけど、追っても緑ゲロで向こう負傷状態じゃないので、ちょっとこっち来ました。で、デッハ持ってるとは分かりませんでした。こっち向かってきた時点でデッハがあるっていうことを気づかないといけないんですけど、そこまで判断ができませんでした。で、この後なんですよね。いつも迷うんですけど、どこ行ったらいいんかわからないんですよね。たまたまこれ見つかったんでよかったんですけど、メイソさんがこれ見つからなかったら、どこ行けばよかったのかなっていうところなんですけどね。ここでダイイングライトが7ポイント入ってるので、もう発電機回らないんですよ、この状態では。で、ここでたまたま見つかったので赤ゲロかけたんですけど、これ今エロディ・ラコトが窓枠飛ぼうとして左に進路切ったんですよね。あれ切らなくてまっすぐ行ってたら赤ゲロ当たらなかったんですよ。窓枠飛ぼうとして、でそこで赤ゲロと当たったので負傷ダウンしてしまったっていう風な内容でしたね。まっすぐ行ってて今正面の方の板の方行ってたら今の赤ゲロは当たらなかったです。でまさかこれ救助逃げられると思わなかったので 4% 引いたのか解放があったのか分かりませんでしたけど、とりあえずこのまま追っかけていったら赤ゲロ持ってたので、ダウン取れると思ったので行きました。で担がなかったのはストライク警戒です。でも今のもちょっとパレット倒してくれたのでダウンは取れたんですけどね。でもあれは2回目3回目の赤ゲルだったので、本当は2回目ぐらいでダウンパレットまで行かせずにダウン取るべきで、地下室に移るべきだったのかなと思います。でもここ信用を消した状態でミカエラを見つけたかったんですけど、ここで起こしたんですよね。起こしたからで咳込んでるの聞こえるのに探すことができないっていう、いつも私これで用を見つけることができないんで、また視覚情報に頼ってしまったと。でまさかあっちの方向に2人が逃げてるとは思わず、ここで時間ロスだったなという。でここでね足音見つからなかったのでロッカーかなと思ったんですけど、そうじゃなかったんで、本当はねあれ赤ゲロ取る前に緑ゲロでロッカーかけとったら咳込むんでわかるんですけど、そこも判断が後から思えばねそう思うんですけど、でなかなかこうなったらダイイングライトが7ポイントある状態では皆さん発電機手つけないので、もうロッカー、そのためにロッカー開けたら姿がわかるパークは持ってきてるんですけどね、それともまだ見つからなくて、一時そのロッカーのパーク持ってない状態でこういう状態になった時があって、もう2人とも全然出てこないのでゲームが終わらない時が何回かあったんで、それはちょっとねお互い大変なので、
早く見つけてあげてっていう感じでしたけどね。ここは殴らず追わない、まあ殴らなくても弾は取れないですからね。まだ負傷状態になってなかったので、まあとりあえず殴ったみたいなアタックしたなっていう感じですね。でここからのちょっと立ち回りがもうどうしたらいいのかな、どうしたらよかったのかなっていうところはあるんですけどね。なんかよかったらコメントしてくれたら、していただければ非常に助かるんですけど。でね、ここあそこまで離れてたのかなっていうのと、あれ発電機ちゃんと回してくれてたんだなっていうところはすごい良かったかなと思いますね。こう全然出てきてないんじゃなくて、ちゃんと発電機回してきてくれてたんだなと思ったので、すごくいいサバイバーさんだなっていう感じをしました。でちょっとこれ視点左に向けてて、赤いステインをちょっと右の方向に持っていくのはやめて、ともともちょっと出てきてくれたので、まあ無事にダウンを取れたっていうところですね。多分あれ右のまっすぐもしくは右の方向を向いてたら赤いステインがちょっと見れてたので、もうちょっとすぐ引き返すタイミングは早かったので、ちょっとダウンはうまく取れなかったと思いますね。で左向けてたので。でこれでもオーラが映らないので、ちょっと行き先分からず、まあ本当、赤ゲル取って球場から行こうかなと思ったけど、いいタイミングで救助されたのかな。でちょっとここで足跡が見えないので、多分もしかしたらこっち来てないしと思ってロッカーに行ったのかなというところで、ちょっと予想して、ちょっと視点ずらしながらロッカー開けると、隣の方にいたというところでね、あれ、視点をまっすぐにして、ロッカー開けちゃうと、ロッカーにいるということがバレてるので、まあ、予想されるんで、ちょっと視点ずらしながらロッカー開けた方がいいですね。ロッカー開けるときはね。なんか気がつかない風でロッカーに近づいてね、やった方がうまくいきますよね。まあこれもう残り1台で8戦になるんで、赤切れ取っちゃうといつものプレイグのなんていうんですかね、鼻歌というか歌声がね、あれでハッチの音がわからなくなるので、赤ゲロは取らずだったんですけども、ちょっと出口見つけられてたので脱出されたっていう風な状況で試合が終わりました。前半良かったんですけどね、なんか後半から中盤以降からちょっと私の立ち回りがなんかちょっとグダグダ感が出て、うまくできなかったかなっていうのが一番の反省点だったので、どこ行けばよかったのかなっていうところでね、視覚情報に頼るのと、ちょっと回りそうな発電機を回ってたっていうようなところはあるんですけど、まあ何かこういう風なね立ち回りやったらよかったよっていうのがあったらコメントいただければと思います。点数がねやっぱプレイグ伸びないんでね、どうしてもレースとかだったらね、さっきの1万点とかで取れるんですけど、プレイグはどうも査定が良くないので、でもまあまあゲロを発するとストレスが発散できるので、それでちょっとプレイグは使ってるんですけどね。ということで、はい、またちょっといろいろ練習していきたいなと思います。はい。